こんな感じで。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははいこちらです。無限きゅうりを紹介したいと思います。もう実家でですね、めちゃくちゃ昔食べてた、夏に必ず出てた無限きゅうり漬けですね。漬けたものを作りたいと思います。ババッとババご飯無限きゅうり漬け。材料はこちら。きゅうり3本、砂糖小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油大さじ5、水大さじ3、お酢大さじ1から2、ごま油小さじ1、一味唐辛子適量、いりごま適量。じゃあまずはきゅうりこちらですね。洗いましょうかね。このきゅうりの表面についてる白いものはブルームといって、きゅうりがきゅうり自身を守る、コーティングみたいなものなので農薬ではありません。勘違いされている方がいらっしゃると思いますが、ブルームがたくさんついているものの方が新鮮ってことですね。できゅうりを洗ったらちょっとここでね、昔からやられているおばあちゃんの知恵みたいな感じですね。こちらきゅうりはこういう風に、ここがつるでこういう風になってるんですね。でこれが下、花がついてた方ですね。でこちらをつるの方を切ります。こういう風にね切ります。切ったらここで練り練りしてください。練り練り。そうすると白い泡が出てくるの分かりますか？これきゅうりの中に管が通ってて、渋みとかえぐみの成分が入ってるんですけど、これを練り練りすることでこの成分が外に出てきます。引っ張られて。そうするとちょっときゅうりの癖が苦手だという方はこれだけで食べやすくなります。きゅうりがこう練り練り1分ぐらいやってあげると、ここの白いところ分かりますかね。中にある白いところに管が通ってて、これですね。こんだけ出てきました。こんだけ昨日のお酒が残ってるようですね。これでも匂ってみると分かるんですけど、めちゃくちゃ青臭いです。このきゅうりの嫌な青臭さの部分がここに濃縮されてます。ちょっと食べてみましょうか。これね。まずい。なんとも言えないきゅうりの悪いところが出てますね。これで、これ切り方はもうどうでもいいんですけど、うちの場合はこういう風に半分に切って、さらにこんなサイズだった気がするんですけど、でこれをこのぐらいのサイズに切ったものと、まあ全然どんなでもいいですよ。この輪切りでもいいし、まあ切った方が浸かりやすいので、あと蛇腹にしてもいいですし、とりあえず切ることで味がめちゃくちゃ染みやすくなりますんで、皮剥いてもいいですけど、皮残した方がやっぱり食感がパリッとしておいしいので、 YouTube とかであるのは箸をこういう風に置いて切ると下まで切れないので、そういう切り方も、これでガツッと切っても大丈夫なんですけど、できる人は斜めにこう包丁を当てて、刃先がついた時にもう必ず止まるので、先端の方で切ればいいんですね。そうです。先端の方で切って、こういう風に刃先をつける感覚で切っていくと、下まで切り落とさず、蛇腹、蛇のように動くから蛇腹切りという、だからどんな切り方でもいいですね。この
乱切りでもいいし。こんな感じで4種類ぐらい作りました。じゃあこれをつけていきたいと思います。ババッとババご飯では、つけ汁を作ります。お醤油大さじ大さじ5、お砂糖小さじ1。これは甘さはお好みで変えてください。鶏ガラ粉末小さじ1。唐辛子はお好みの量。結構辛めが僕はこれは合うと思うんでたっぷりめに入れました。でお水を大さじ1、2、3、大さじ3入れました。お酢を大さじ1入れてます。お好みで酸っぱいのが好きな人は2でもいいです。じゃあ今回2にしましょう。大さじ2入れました。では耐熱のポリ袋を使います。ない方はコンテナとかこういうものでもいいんですけど、そうすると調味料が結構多くなってしまうんで、なるべく少ない調味料でつけるにはこういうポリ袋がおすすめです。でもうここにきゅうりを入れておきます。アイラップっていうですね、耐熱のポリ袋とかはおすすめです。もうずっと昔からある定番商品ですね。でここにいりごま、あとはごま油、これも香り飛んでしまうんで別で入れます。小さじ1ぐらいですね。で沸騰したこっちのつけ汁を熱いまま入れます。これがポイントですね。熱いつけ汁で一気にちょっと味をつける感じですね。でちょっと熱いのでやけどに気をつけて空気を抜いてください。こんな感じで、これでつけ汁がそんなに量なくてもきれいに浸かりますので、空気を抜いて冷蔵庫で一晩ぐらいですね置くと味が染みます。はい、ババッとババご飯。さあそれではですね、今ちょっと YouTube 上なので1時間ぐらい経過したきゅうりを出してみたいと思います。ちょっと一晩さすがにね待てなかったのでこんな感じですね。ひんやりと冷えてはいますんで、じゃあこちらを盛り付けて食べてみたいと思います。急ぎたいときは浅漬けでも大丈夫。はい、急ぎたいときは鍋で一回がっつり煮ちゃってもいいです。きゅうりを煮ても食感はそんなに損なわれないので、今回はもう時短するために袋に入れてやりました。それでは無限きゅうり完成しました。いただきます。うまい。パリパリでごま油の風味、これがもうやみつきになります。1時間しかつけてないけど意外と使ってます。ちゃんと細かく切ってるんで、でちょっとお酢の酸味、これがまた夏の疲れをちょっとクエン酸でね癒してくれる感じですね。これは無限ですよ。ほんと一人できゅうり3本分ぐらいペロッといっちゃいますね。子供の頃から馬場さん食べられたんですか？これ食べてました。懐かしい。蛇腹いいですね。蛇腹のこの脇にごまがめっちゃ入り込んで、蛇腹が一番美味しいかも。切り方ちょっと一手間ですけど見る楽しみもありますし、というわけで今回は馬場家、懐かしの味シリーズ無限きゅうりを紹介しました。よかったら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。以上、馬場と馬場ごはんでした。